サワディーカー。タイ在住野菜ソムリエプロ健康料理研究家の青です。今回のサラディークッキングはみんな大好きガパオライスです。ガパオライスって癖になるというのか、時々無性に食べたくなりますね。タイ料理が苦手な方でもガパオライスだけは食べられるという方もいらっしゃいます。今回はガパオにまつわるお話を中心に最後にレシピをご紹介します。料理教室でお話しするくらいの内容で、私のこれまでのこだわりを詰め込んでしまってちょっと長いので、レシピだけ見たいという方は備考欄の目次を参考に飛んでください。日本でガパオライスが流行したのは嬉しいのですが、どうやらひき肉をニンニクとナンプラーで炒めた料理、そこにバジルをちょこっと加えたり加えなかったりする料理をガパオだと思っている方が未だに多いようです。ガパオというのは料理名ではなく、ホーリーバジルというバジルの品種を表すタイ語です。正確にはガプラオ、葉という意味のバイという単語をつけてバイガプラオと言います。耳にはほとんどバイガッパオに聞こえますし、ガパオと発音しても通じます。ちなみにタイ人がグラッパオと言ったり書いたりすることがありますが、これは間違いでタイのクイズ問題になることがあったりします。日本ではガパオライスとして知られていますが、本来はこの葉を使って炒めたものは何でもガパオ炒めになります。タイ語では炒め物を意味するパッをつけてパッガパオなんとかと言ったり、パッが省略されて単にガパオなんとかと言ったりします。このなんとかにあたるのが食材名で、トムヤムクンと同じで、エビクンを使う場合はパッガパオクンになります。鶏肉ガイの場合はガパオガイ、豚肉はムーなのでガパオムーです。ひき肉の場合は細かく刻むという意味のサッをつけてパッガパオムーサッ、パッガパオガイサッとなります。ガパオライスはサップされたものが多いですね。ガパオ炒めは必ずしもご飯がついてくるわけではなく、一品料理としても出てきます。どうしてガパオを使っていないのにガパオライスとして広まってしまったのかよくわかりませんが、やはりガパオの入手が困難だったのでしょう。初期にレシピを広めた企業や料理人がイメージ重視でガパオライスと言いながらスイートバジルを使ったのが原因ではないかと思います。ガパオ風ライスとかタイバジルライスという感じでよかったと思うのですが、とにかくエスニックなひき肉ご飯にガパオという言葉がピタリとはまってしまったのか、企業の戦略にまんまとはまってしまったのか。そんな中で妙なガパオライスが紹介されるたびに、これはガパオじゃないといちいち反応してしまうガパオ警察も現れました。かくいう私もパトロールしているつもりはないのですが、有名どころがガパオとは何かという説明を一切せず、当たり前のようにスイートバジルを使ったレシピを紹介したり、バジルすら使っていないような商品を販売しているのを見ると、つい反応してしまいます。一応ガパオとはホーリーバジルのことですよと言いながら、入手できないのでスイートバジルを使いますと断っている料理人もいて、そんな方はやはり信頼できるなって思っちゃいます。別に同じバジルの仲間なんだから大して違わないじゃないかと思われそうですが、いやいやガパオの本当の美味しさを知っている人からすると全然違うと思ってしまうのです。まあ生姜を使っていない豚肉炒めを生姜焼きって呼んでるようなもんですかね。そういえばタイ語のウィキペディアのガパオライスの紹介に日本のガパオライスという記述があって、ガパオライスはカオマンガイとともにコンビニなどでも販売され親しまれているが、日本のガパオライスにはガパオは入っていないか、ほんの少ししか使用されていないとありました。タイ人も不思議に思っているのでしょうね。とにかく今回この動画で少しでも多くの人の誤解が解けることを期待しています。そうは言ってもガパオが入手できないんだと日本の方は叫びたくなりますよね。昔はパクチーもかなり入手困難だったのが随分と入手しやすくなりましたので、本気でガパオを求める人が増えればガパオを栽培する農家さんも増えて入手しやすくなるのではないかと祈っております。日本の農家さんよろしくお願いします。
改めてガパオについて説明しましょう。アジア・オーストラリア原産のシソ科の植物で、英語ではホーリーバジルとかセイクリッドバジルと言います。ホーリーもセイクリッドも聖なるという意味で、なかなかありがたい名前がついています。日本ではバジルのことを和名でメボウキと言いますが、ガパオのことは神メボウキと言います。神です、神。もともとインドで神のように大事にされていたことに由来します。インドでは女神の生まれ変わりとも考えられていて、トゥルシーと呼ばれて神聖な場所に植える信仰の対象のようなものでもありました。アーユルヴェーダでもミラクルハーブとか不老不死の薬として重宝されていて、実に様々な薬効があり、それがまさしく神のごとくだったとも言えるようです。土壌や空気も浄化すると信じられ、庭に植えれば病気が家に入ってこないとも言われています。タイではガパオの薬効をそこまで期待して食しているわけではないようです。ガパオライスが広まったのも1900年代半ばと意外に歴史が浅いのです。それでも身近な料理として知らないうちにタイ人の健康を守ってきたのかもしれません。ちなみにガパオにはいくつか種類があって、茎や葉が赤いのもあります。効能がより多くあるのは赤い方らしいのですが、ちょっと薬っぽい感じもして、普通のガパオライスには一般に売られているものがいいような気がします。ガパオは葉の表面がザラザラしているので、生で食べるのには向きません。加熱することで風味が増します。花やつぼみも食べられますので捨てずにご利用ください。ただ、花が咲く前の段階が一番葉が柔らかくて香りもいいと言われています。保存の方法にはコップなどに刺してそのまま長持ちさせる方法がありますが、タイの常温だとしおれることも多いので、室温によってはラップや袋で包んで冷蔵庫に入れた方がいいでしょう。葉を取ってしまってタッパーや袋に入れて保存するとすぐ利用できて便利です。ただ、葉に水がつくとそこから黒くなりますので、洗ってから保存する場合はよく乾かしてからにしてください。また、冷やしすぎも良くないので、ペーパータオルなどで包むといいです。タイの冷蔵庫で涼しい季節ほど傷みが早くて不思議に思ったことがあったのですが、冷蔵庫の冷えすぎが原因でした。大量に手元にある場合は乾燥させたり冷凍保存もできます。空気をしっかり抜いて冷凍するとそれほど変色することもありません。乾燥させた場合は水で戻すとすぐに復活しますので、その水ごと料理に使うといいでしょう。乾燥させたものはそのままお茶としても利用できます。さて、ガパオライスの作り方ですが、とっても簡単。タイ人の間でも何か作るのが面倒な時はガパオにしちゃおう。外食でも何を食べるか困ったらガパオを注文なんて言われています。最低限用意するのはガパオ、ニンニク、唐辛子、ひき肉、調味料、油です。調味料はナンプラーもよく利用されますが、タイではナンプラーは食べるときに足す食卓の調味料として使われることも多く、ベースは白と黒の2種類の醤油やオイスターソースが多い印象です。黒い醤油、シーウダムは美味しそうな色に仕上がるから使うという人もいました。タイに最初に広められた時のレシピはタオジアオという中国味噌が使われていました。また、レッドカレーペーストなどが使われることもあります。タイの商品でガパオ炒めの素が売られていますが、中にはカレーペーストがベースになっていて、日本人がイメージしているガパオ炒めとはちょっと違うものが出来上がります。ガパオ炒めの素の中には、肉は仕方ないにしても、ガパオも用意しなくてはならないものもありますので、だったらわざわざ買う必要はないかなと思うものもあります。あと、乾燥ガパオセットもありましたので、日本へのお土産には良さそうです。とにかく、つまりはガパオライスは家庭の味なので、味付けに細かい決まりはないということでしょう。
ガパオライスで最も肝心なのはガパオを使うということです。では私のレシピを紹介します。私が使うのはオイスターソース5に対して醤油4、めんつゆ1の万能炒め調味料です。砂糖を使うレシピもありますが、味の調整が難しいのでオイスターソースとめんつゆで甘みを出します。1人分はニンニク、唐辛子をそれぞれお好みで、ひき肉は 50g から 80g くらい。調味料はあらかじめ混ぜておいて大さじ1程度を使います。ガパオの量はあるだけたっぷりどうぞ。そんなに入れて大丈夫と思っても加熱するとクシュッとなって小さくなります。目安として両手のひらに乗せた分くらいっていう感じでしょうか。その他、唐辛子は辛くて苦手だけど彩りが欲しいという方はパプリカを利用するといいでしょう。他に玉ねぎを入れたり、長ささげを入れたりというレシピもあります。玉ねぎを入れると甘みが増すようです。フライパンに油をひいてニンニクを入れて加熱。香りが出たら唐辛子を入れてひき肉を加えます。ある程度火が通ったら調味料を入れてよく混ぜ、ガパオを投入して全体に味が回ったら火を止めます。ご飯の横に盛り付けて出来上がり。本当に簡単ですね。ソースを忘れておりました。ガパオライスに欠かせないのが目玉焼きです。タイ語ではカイダオと言います。タイ語が話せなくてもガパオを注文するときに必要なカイダオドゥアイだけは覚えたっていう方もいました。カイダオは揚げ焼きをした感じで使う油の量がすごいのですが、カリカリが多くなって美味しいのでその辺はお好みでどうぞ。基本のガパオ炒めをマスターしたら、お好みで具をたっぷりにしたり、大きい肉を使ったり、シーフードにしたり、いろいろアレンジを楽しんでください。私がよくするガパオライスのアレンジの一つは、ガパオおにぎらずです。これ1個でお腹いっぱいになりますから、お弁当などにぜひお試しください。ご参考までに、バンコクのセブンイレブンで出会ったガパオライスもちょっとご紹介。それぞれしっかり辛かったです。これだけ売っているということは、やはりタイ人の間でも本当にガパオライスは人気ということですね。長くなりましたが、ガパオについてご理解いただけましたでしょうか。ちょっとくどくなりましたが、一度きちんと説明したいなと長い間思っていたのでした。個人的にペンディングだったガパオの動画をやっとお届けできたので、これからはお料理レシピをどんどんアップしていきたいと思っています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画が良かったらいいねボタンもお願いします。それではこの辺で。サワディーカー、コップンマーカー。